剛とは、それっきりだった。あの日、統計グラフの相談を最後に、私たちは、二人で話すことはなかった。私はあの時、ちょっと練ってしか答えられなかった自分を、何度も思い返した。もっと、ちゃんと話せばよかったのかもしれない。もっと、気持ちを伝えられたのかもしれない。でも、あの時の私は、前に進まなきゃいけない自分を守るために、彼の声を、彼の優しさを、遠ざけたのだと思う。そしてきっと、彼はそれを察していた。私の邪魔をしないように、気をやってくれたのだと思う。それは、彼の優しさだった。わかってる。でも、私には、とても、寂しかった。そして、卒業式の日が来た。体育館に響く拍手の音。掃除、当時、校歌、決められた手順の中で式は進んでいくけれど、私はどこか、宙に浮いたような気持ちで座っていた。胸元についた花のリボン、季節の境目に差し込む、柔らかな光、一人一人名前が呼ばれ、壇上で卒業証書を受け取っていく。ふと横に視線を向けた。違うクラスの列。その中に、彼の姿があった。剛は、背筋を伸ばしてまっすぐ前を見ていた。私を見ていたわけじゃない。笑っていたわけでもない。ただ、そこにいた。それだけで、胸の奥が熱くなった。本当に、久しぶりに見た。キラキラしたその横顔。式が終わると、拍手が響いた。卒業生が一斉に立ち上がり、お辞儀をして、最後の合図とともに、幕が下りた。ざわつく会場には、人の波が流れ始め、友達同士で写真を撮り合い、泣き笑いする声があちこちから聞こえてくる。私はその中で、ただ立ち尽くしていた。目が、自然と彼を探していた。そして、出口へ向かう列の中に、彼の姿を見つけた。気づけば、私は一歩、前に出ていた。目があった。人混みの中で、確かに、彼と、目があった。遠くから、ただお互いを見つめ合っただけだった。それだけなのに、時間が止まったように感じた。その距離は、結局、最後まで縮まらなかった。手を振ることも、話しかけることもできなかった。最後の最後に、名前を呼びたかった。でも、声は出なかった。たった数メートル。それでも、どうしても埋められない距離だった。私は立ち尽くしたまま、そっと、別れを告げた。さよなら、私の片思い。誰にも言えなかったこの気持ちは、私の中だけで終わる。それでいい。さよなら。剛。それは、声に出さない。私だけの卒業だった。卒業から、もう何年も経った。私は大学に進み、就職して、今は毎日、会社とアパートを服する生活を送っている。朝の通勤電車、昼休みに見るスマホの画面、週末のスーパーで買い物。
どれも特別ではないけれど、繰り返しの中にある、静かで平和な日々。高校時代のように成績表を気にすることはなくなり、代わりに、上司の顔色やメールの文面を気にするようになった。お疲れ様です。すみません。確認します。そんな言葉ばかりを口にしていると、時々ふっと、あの頃のことが、頭の中によみがえる。彼、今も元気にしてるかな。そんな風に、心の中でそっとつぶやくだけ。会いたいわけでも、連絡を取りたいわけでもない。ただ、思い出すだけ。制服姿の学生たちが目の前を通るたびに、楽しげな笑い声が耳に届くたびに、私は、あの教室の風景と何も伝えられなかった自分を思い出す。それは、私の青春の1ページだった。私にとっての初恋だった。雨の日に傘を差し出してくれたこと、手首に触れたこと、文房具屋で偶然出会ったこと、眩しい笑顔、どれも今の生活にはない光。でも確かに私の中に残っている変わらない日常の奥で静かに深く今でも